こんにちは、皆さん。キャロル・マットです。またチャンネルへようこそ。今日は視聴者からのリクエストがあったんですね。恋愛相談です。朝日さんは2年間彼氏と付き合って、いろんな問題があって、お互い結婚を意識しているのかなと思ったのに、結局彼には結婚する意識がなく、結婚をしてくれなかったから自然消滅の形で別れたそうです。まず、朝日さんの最も知りたいことは、一体なぜ私と結婚をしてくれなかったのかってことです。朝日さんが書きました。彼とは婚活パーティーで出会い、最初の半年くらい友達として会っていました。一緒にいて楽しかったし、優しくて穏やかなところが好きでした。彼から告白をされて結婚の前提にお付き合いを始めた後は彼の友達に会ったり彼の実家に遊びに行ったこともありました。別れのきっかけは私が具体的な結婚の話をしたからだと思います。付き合ううちに私との結婚を考えられなくなったのかと思い聞いてみたのですが、そうじゃない。でもいきなり結婚の話されてもと言われ、それっきり話ができず別れましたということですね。まずそれは結構悲しい話ですよね。朝日さんはかわいそうじゃないですか。結婚したいのにその相手が結婚してくれない、結婚したくないように見えますよね。それは本当に悲しいことです。ただ私がちょっと気になるのは結婚したいという気持ちがわかるんですけど、なぜそんなに結婚したいのかっていうことですね。それ気になります。結婚ということに意味つけてるのかもしれないですね。朝日さんにとってその結婚が特別な意味があって、その意味は何でしょうかね。普通はいい人に会って、その結婚しようとして二人が結婚したら、それは自然かもしれないですけど、その結婚が特別に意味があったら、朝日さんにとってさらに結婚のために結婚するというイメージがちょっと私が思いますね。それだったら、いい相手じゃなくて、誰かに結婚してくれるなら結婚するという感じですね。朝日さんはあんなに結婚したいから、もしかしたらその相手をじっくり知ろうとしていいと探そうとせずに、ちょっと誰かが結婚してくれるから、その独身な状態が嫌とか、結婚イコール大人のことだから結婚しようとか、だからその結婚をちょっと今考えないで、なぜ結婚したいのか、その気持ちはどこから来たか、ちょっと考えるべきですね。で、その独身の状態を消すためではなく、本当にいい相手あって、で、その人とずっと一緒にいたいから結婚しようという状態になったら、その時だけに結婚を検討した方がいいと思いますね。あとは朝日さんの相手選択はどうですかね。結婚相手に対する選択は何があるかな気になりますね。覚えた方がいいことは、探している時に、旦那だけではなく、自分の子供のお父さんになる人、今回はお父さんですけど、自分の子供のお父さんかお母さんになる人、探してるんですね。だから自分の相手だけではなく、自分の子供の親になる人わけですよね。だから自分にとっていいと思っているだけではなく、私の将来の子供にとってどんな人だろうか。で、ちょっと考えた方がいいですね。そのために、その選択がちょっと変わっていくかもしれません。そして、
理想の結婚相手はどんな人？その理想にそっくりは無理と思いますね。でも、その概念が必要。どんな人がいいか、どんな人が私に向いているのか、考えた方がいいです。なぜかというと、その人に出会って、その概念がなければ、どういうふうに判断できますか？この人は私に合っているかどうか。多分、その概念がなければ、多分、理解しにくいんじゃないですか。だから、私、こういう人探してる。私は、こんな相手がいい。理想があって、理想は無理かもしれないんですけど、でも、それに近づいている人であって、その概念がある。その概念があるからこそ、この人は、私に向いているのかが理解できるでしょう。そして、朝日さんは、すぐその、恋愛を諦めないことはいいと思うんですね。すぐ諦めたらちょっと中途半端とか台無しな感じなんですが、なぜ2年も待ったのか知りたいですね。もしその彼が結婚すると言われたら、そんな相手と結婚して幸せになったと思いますか？その人のどこが良かったか、私気になります。その人の魅力は何だったってことは不思議ですね。朝日さんはちょっと優しくて、穏やかな人だと言われたんですけど、多分それだけではなく、多分その彼が他のことで、朝日さんがそれ気づいて好きになったのではないでしょうか。それは何かというと、ちょっと私がなかなか言えないんですが、多分パターンがあるんですね。その相手を探して、どれがちょっと気になるか、気になるか、多分パターンがありますね。例えば、朝日さんはそうかわかんないんですけど、もし、その相手がちょっと冷たいようで、あんまり返事しない。あんまり、オープンな感じじゃない。私はこう感じてるよとかじゃなくて、そうって結構冷たい人であれば、その人の愛欲しがっていたら、多分冷たい相手でも、私見てください、私見てください、みたいな感じして、それいい相手じゃないんですが、自分にとってそのような人を探しているから、それはパターンです。でその人、例えばその人だったら、その例続きますね。人が、多分いい相手出て、私こう感じてるよ、あなた好きですよって言われて、私がその人の愛をたたわなくていい。じゃあもういいって。それ結構、無意識かもしれないんですけど、それはパターンです。パターンの例ですね。だから朝日さんは、別のパターンがあるかもしれないんですけど、それちょっと気をつけないといけないですね。で、ちょっと彼について話したいと思います。今まで朝日さんの話、朝日さんの視点しか聞いてないから、ちょっとマットの推測しか過ぎないんですけど、その男の視点をちょっと考えたいと思います。言ったようにこれはマットの推測だけなんですけど、彼もしかしたら心理的な問題があって、それは何かというと、トラウマとか、自信がないとか、その、近い関係、恋愛はそうですけど、ちょっと怖がっているかもしれません。それ別のビデオで話したいと思うんですけど、ちょっと考えてほしいのは、朝日さんはそうですけど、皆さんも考えてほしいことがあって、それは何かというと、やっぱりみんなの視点はそれぞれですね。朝日さんの話を聞いて、彼が悪いとか、彼がダメとか思われてるかもしれません。その視点を考えたら、やはり騙された
とか2年間も待たされたなんて、まあ、ひどいですね。でも、それは、画像の半分だけです。それは朝日さんの視点ですね。彼聞いたら、全く別の話が出て、そのように彼のことを分かってくるかもしれません。まあでも私もちょっと気になることがあって、それはなぜ男がその婚活パーティーに行ったのでしょうか。それ結構不思議ですね。まあ彼は寂しいかもしれませんし、あとはもしかしたらその結婚を考えてたかもしれないけど、途中でやめたと、まあその考えが止めたかもしれません。だから最も大事なのは、そのパートナー、その相手といつも話し合って、今どんなことを感じているのか、その思考は何ですかとか、いろいろ聞いた方がいいと思います。で、最後で言いたいことは、朝日さんはその結婚という考えに縛られず、ちょっと自分に合っている相手を探した方がいいですね。やっぱり結婚するんだったらその人生を一緒に過ごすから、それ一緒に過ごせる人を探すべきですね。まあ、朝日さんはそうですけど、みんなもそうです。その恋愛を手に入れる価値観があります。だから、自分に合っている人を探して見つけたら、その時に結婚を考えた方がいいですね。でも、最初は結婚を考えて、結婚したら幸せになるというのは、まあ多分逆だと思うんですよ。最初はいい人探す。で、いい人が出て、現れて、ずっと過ごしたらいいなと思ったら、その時に結婚を考えた方がいいですね。だから結婚してくれる人ではなく、ちょっと自分が結婚したいという人を探して、親しい、強い、近い関係を作ることが大事です。これはパート1でした。で、次はパート2です。それを待ってください。ありがとうございます。